皆さん、東京の都心を流れる川といえば神田川を思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。一方で、その始まりの場所がどこにあるのかをご存知の方は案外少ないのかもしれません。神田川は都心に住む人にとっては日常の風景の一部であり、また全国的には有名なフォークソングのタイトルとしても広く知られています。しかし、その源流は意外な場所にありました。今回の企画では、その神田川の始まりを探しに、河口から源流まで全ルートを徒歩でたどる探検をします。果たして神田川の流れるすべての道のりを歩き切ることはできるのでしょうか。そして本当に水源にたどり着けるのでしょうか。それでは早速検証してみたいと思います。今日はですね、5月5日子どもの日ゴールデンウィークです。ここは柳橋ですね。どこかといえば、ここは神田川の河口になります。ここの部分ですね、ちょうどここが隅田川と合流している部分になります。はい、で本日の企画は、この神田川ですね、ここから神田川が始まるんですけども、東京の比較的中心を通る川だと思いますけども、一体どこから流れてるんだろうなっていうふうに感じたことはないでしょうか。この前ですね、ある場所を訪れた時に、そこが水源だったんですけども、ここが神田川の水源だったんだなというふうに、その時にですね、この神田川河口から水源まで歩くと、どんな感じなのかなっていうふうに、その時思ったので、ちょっとそれをですね検証してみたいなと。一応散歩の動画っていう体ではあるんですけども、そうですね、限界散歩ですね。おそらくその散歩っていうくくりの距離じゃなくなるかもしれないです。そんな感じで、結構長い距離の散歩に今回ですね、限界散歩になると思います。果たして、そもそも歩き切ることができるのかというところでですね、はい、じゃあ行ってみたいと思います。はい、じゃあスタートしていきます。さっきも言いましたが、そこが隅田川ですね。神田川は最終的に隅田川に合流します。で、そこから隅田川が荒川に合流して最終的に東京湾に流れると、そういった、流れになってますね。川だけに柳橋っていうだけあって、これですね、柳がこの遊歩道沿いにちょいちょいありますね。屋形船でしょうか。まだ乗ったことないんで乗ってみたいなとは思うんですけど、こんなとこにアナトミカがあるんですね。はい、ここがですね、ちょうど2本目の橋になりますね。さっきいたのがあそこですね。緑色の橋が柳橋ですね。ここがですね、3つ目の橋ですね。左衛門橋です。ちなみに、この辺、川沿いの道がないんですね。なので、この神田川沿いをこう散策っていう感じの絵にはならないです。今ですね、ちょうど4本目の橋に到着したんですけど、ちょっとちょっと忘れてて、この、記録するやつ、設定し忘れてしまってたので、今11時18分なんで、ちょっと18分分、時間がずれますけども、一応ここからスタートということで。はい、スタート始まりました。今ですね、秋葉原ですね。秋葉原になります。ここメトロの入り口ですね。で、もうちょっと向こう、もうちょっとですね、上流の方に向かうと、右手側に JR の秋葉原駅になります。ここですね、JR の秋葉原駅ですね。はい、ヨドバシカメラがあります。そうそう、思い出した。この前、たまたま通った時に見つけたんですよね。ここにちっちゃい橋があるなって思って、ここですね。
ちょっとこの裏路地感がいいですよね。ちょっとせっかくなんで渡りましょう。こんな感じですね。神田ふれあい橋。歩行者専用ですね。はい、なんだろう、万世橋。なんか石造りのいい感じの橋が見えますね、あそこに。昔の何でしょうね。線路なんですかね。ここ通りたいなと思うんですけど、通れるのかな。一応今ですね、中確認したんですけど、一応中歩いて、通れるみたいですね。なんでせっかくなんでここ通りたいかなと思います。この建物っていうかこれ橋ですよね、多分。もともと多分線路かなんかがあったのかな。駅かな。駅かもしれない。まあいいや。でそこの、これデッキ部分も歩けて、中も歩ける。そんな感じみたいですね。ちょっと行ってみましょうかね。なんかすげえおしゃれですね。向こうからも入れるみたいですね。もしかして通り抜けできないのかな。向こうですね。ちょっと面白いのがある。なるほど、これですね。昔のジオラマですけど、駅ですね。昔の駅ですね。さあ、じゃあ出口がそこなんで出ます。こんな感じですね。この辺からですね、ちょうど、JR ですかねと神田川が並走するような区間になります。こんな感じですね。
はい、ですね、今お茶の水駅のところに来てます。あれトンネルって言っていいんですかね。今ですね、お茶の水を越えて、今右手に順天堂大学がある通りですね。ここが、今下にですね、神田川流れてます。神田川と、左手に、上流の方に向かって進んで左手に、今神田川があって、JR が走ってます。そういえばお茶の水に、明治大学がありますよね。駿河台キャンパス。ちょうど向こうの方ですね。駿河台キャンパスから、神田川ずっと上流の方に向かうと今度泉キャンパスですね。明治大学生の 1,2 年生が通うキャンパスがちょうど神田川沿いにあるので、実質徒歩で駿河台キャンパスから泉キャンパスまで、今日は歩くわけですけども、ハードですね。はい、もうすぐですね、東京ドームのところですね、差し掛かってまいりました。左手神田川です。右手東京ドームです。こんな感じですね。向かって今、正面ですね、河口側になります。こちら側から歩いてきました。で、今から向こうに歩いていきます。はい、見えてきました。あれが東京ドームの屋根でしょうか。なんかこの東京ドーム周辺でいろいろ遊べるのかな。ショッピング楽しんだり、遊園地があったりっていう感じみたいですね。今ですね、飯田橋と水道橋のちょうど中間ぐらいですね、神田川、ここからちょうど首都高の下を通るような形になります。向こうですね、今、正面ですねが河口側歩いてきた道ですね。でここからちょうど上に首都高がかかる感じになります。こんな感じですね。そういえば神田川って暗渠な部分ってあるんですかね。僕が知ってる区間に暗渠はなかったですね。いや、もしかしたら部分的にあるのかもしれないですけど、ちょっと分かんないです。今のところ編集の時に調べます。もうすぐ飯田橋駅付近ですね。はい、今ですね、ここ飯田橋の交差点ですね。6サロぐらいのところですね。こっちが飯田橋駅です。JR の向こうから、ちょうど来た感じですね。でこれが神田川で、ここから、向こう側にそれます。あそこカーブしてますね、水路が。12時26分。朝ごはん食べてないんでお腹が空いてきたんで、どこかで食べたいですね。今回のルールですね、今更ですけど説明したいかなと思います。今回の動画の企画は、神田川を河口から水源まで散歩しようと。散歩というのかどうか分かんないけど、歩いてですね、ちょっと行ってみようじゃないかと。冒険です。冒険というか探検ですね。探検。子供の日なんで童心に帰って探検でもしてみようかなっていう、そういう体にしましょう。で、つまりですね、川沿いを歩くというのが今回の主なルールの一つですね。なので川沿いの歩道っていうのが途切れる区間もあるんですけど、極力離れずに進むっていうところですかね。川から離れないで、ギリギリのところを攻めたいかなと思います。なので、休憩する時も何か、店に入るにせよ、
できれば川沿いの店、なければまあ川から近いところですね。離れない。どんなに美味しそうなお店があっても離れられない。川からは離れられないという、そういうルールにしましょう。あのビール見えますか？突版って書いてるんですけど、よくCM でありますよね。なんか突版っていう、CM の会社じゃないかな、もしかすると。ちょこっとだけ調べたんですけど、隣に印刷の博物館、歴史資料館みたいなのが併設されてるんですけど、突版は突版印刷から来てるんじゃないでしょうか。突版印刷っていう技法があるみたいで、昔の、印刷技法だと思うんですけど、だから突版なんでしょう。はい、ですね、今江戸川橋っていうところまで来ました。こっちがですね、上流の方ですね。江戸川公園、ちょうど公園の区画ですね、が神田川と並走している、そんな感じになってます。とりあえずここからですね、この江戸川公園、ここを通って、神田川ですね、上流の方に向かいたいかなと思います。結構この辺は、観光できるような名所が点在してるみたいですね。もうちょっと早く出てたらいろいろと観光もできたんですが、じゃあ先を急ぎたいかなと思います。いや、いいですね。川沿いの遊歩道はやっぱこうでなくちゃダメですね。一応反対側も歩道があるっぽいですけど、公園側の方が緑もあって歩きやすいと気持ちいいですね。うん。せっかくなんで、この神田川の区間で、散歩が気持ちいい区間っていうのがですね、今回大体こう分かるかなと思うんで、いいとこ悪いとこですね、主観ですが紹介したいかなと思います。とりあえず、最初の柳橋から飯田橋あたりのところ、ちょうど神田川と池が合流しているところぐらいまではいろいろとこう見て楽しい、歩いて楽しい、そんな区間でした。歩道専用ですけど、一級橋、一休さんの一休ですね。こんな感じですね。これ桜かな。花見の季節とか良さそうですよね。ホテルなのか。椿山荘、東京ホテル椿山荘。変わったホテルですね。いや、ちょっとこんなホテル、鯉のぼりがすんげえ高いところに見えますかね。鯉のぼりが登ってます。かなり高いです。関口芭蕉湾、松尾芭蕉が住んでたところみたいですね。いや、でもここの区画はいいですね。いろいろと観光もできて、散歩も楽しめて、ここは入れるっぽいですね。庭園ですか。こんなところがあったんだ。ちょっとせっかくなんでここで休憩させてもらおうかな。いや、ちょっとこんなところがあるなんて知りませんでしたけど。神田川散歩いいですね。新しい発見です。ちょっと向こうまで歩いてみようかな。
湧水って書いてたんで、なんか湧き水があるのかな。ちっちゃな滝があります。もうちょっと登れそうですね。どうやらこの辺が水源みたいですね。なんか水源らしきところは見当たらないんですが、一応そこから水が流れてる。そこの滝の上の方ですね。ちょっともうちょっとのんびりしたいんですけど、今何時だ？1時半。ちょっと先を急がないと確実に夜にはなるでしょうし、終電には間に合えばいいんですけどね。とりあえず一旦休憩することにしました。この先休憩できそうなポイントがなかったんで、ちょっとバッテリーももう残り少ないんで、充電がてらですね、ちょっと小休憩ですね、しようかなと思います。はい。いや、でものどかでいいですね。神田川沿いですし、幹線道路からも離れてるんで、騒音もないです。結構もう自然の音って感じですね。はい、それでは神田川沿いに戻りました。さあ、サクサクと進みましょう。いや、川沿いは気持ちいいな。もうちょっと川がもうちょっと視界に入ってたら嬉しいんですけど、ずっと柵越しなので、ちなみにこんな感じですね。なんか、都会の川っぽくない。なんかすごい自然な、この岩とかが。いいですね。この辺に住みたいですね。ちょうど川の音が聞こえて心地いいですね。ちょうど荒川都電の道ですね。一応踏切みたいですね。こんな感じですね。これが荒川都電ですね。そこ、今渡ってきたところですね。はい。で、そこ神田川。さあ、だいぶ川が見渡せるような区間に入ってきた模様です。まだでもちょっと柵越しですね。うん。だいぶ
近づきました。水面に近づきました。こうやって見ると綺麗ですよね、水が。東京に来て一番最初に感動したのは川が綺麗っていうところです。都会の川ってもうすごい汚いもんだと思ってたんで、今ここ高塚橋ってとこですね。鯉のぼりがたくさん泳いでます。神田川は、川幅が短いんでこういうこともできるんでしょうね。いや、初めて通るけどいいですね。風情がありますね。はい、今ですね、ちょうど渡ってきたんですけど、こっから遊歩道がなくなります。こんな感じになってますね。いやー、なんかしかし、ね、東京の、ね、新宿ですよ。流れてる川とはとても思えないぐらい綺麗です。はい、今ですね、神田川沿いをそれて高田馬場駅の方面に向かってます。今ですね、ここは栄通り。ここまでですね、栄通り。なんかすごい美味しそうな飲食店がたくさんありました。はい、で、これ神田川ですかね。ただまだ遊歩道は、出てこないです。これ多分遊歩道ではない。こっちですね。こっちが向かう先、上流方面。はい、ここが滝沢橋。滝沢橋になります。ここからですね、遊歩道が再開されます。いや、ちょっと高田馬場から結構裏路地をですね、さまよいながら来ましたけど、ここから、中野、あと新宿の方ですね、を抜ける感じになります。で下流、上流の方から来た場合ですね、ここがちょうど歩道が途切れるところになりますね。ここまで来れるんですけども、ここですね、ループの置き場所があるところ、ここまで来れますけども、向こうからですね、今3時間45分、3時間45分、もっと歩いてる気がするけど、そんなものか。13キロ、まだ13キロしか歩いてないんだ。いやー、結構しんどい。しんどくはない。楽しいですけど。ここね、結構新しくできたカフェなんですけど、やってないですね。1年前ぐらいにできたはずなんですけど。さあ、では、早速再開したいと思いますが、今からですね、休憩というかエネルギー補給したいなと思います。そこにですね、イヨシコーラの本社があります。これです。最初イラって言ってたんですけど、イヨシみたいです。クローズしてますね。このロゴかわいい。はい、実はですね、自販機がありまして、ここだと24時間365日買えます。よいしょ。これですね。ロゴがおしゃれですよね。なんかクラフトコーラっていう言葉を最初に使い出したのがこのイヨシコーラさんっていうふうにウェブサイトに書いてました。はい、ここですね、イヨシコーラさんのすぐ近くにあるせせらぎの里っていう、公園になるのかな、東京都下水道局って書いてるんですけど、そこに、下水道の処理施設があって、一応ここは公園として開放されてます。すぐ隣に神田川が流れてます。で、遊歩道があって、この公園っていう立地ですね。
はい、じゃあですね、いただきたいと思います。なんて言ったらいいのかな。すごい独特な味なんですけど、なんかこう表現するのが難しいな。でも漢方っぽいような味ですよね。漢方っぽい飴が、昔からある飴玉の味、わかりますかね。名前がちょっと思い出せないんですけど、その飴の味に似てますね。基本的に甘いです。甘口で、でもなんかこう元気が出る味。はい、休憩終わりましたんで、また神田川沿いですね、戻ります。イヨシコーラ相変わらず美味しかったです。今ですね、もう一度ウェブサイトで調べたんですけども、社長さんのおじいさんが漢方職人ということで、漢方を取り入れたスパイスのコーラを製造されているのがイヨシコーラさんで、さっきの缶と瓶があったと思うんですけど、味が違うみたいです。缶の方はスパイスが7種類、瓶の方はスパイスが10種類っていう風に書いてました。この辺も緑が多くて気持ちいいですよね。この雰囲気が、都庁付近までこういった感じの桜並木が続いてます。さっき通った江戸川公園からの高田馬場までの区間も良かったですよね。ずっとですね、桜並木がありました。で、再びここもですね、また桜並木が始まると。桜言っても今咲いてないんでですね、気になる方が3月4月訪れると、花見が楽しめる、そんなコースになってます。はい、今ですね、向こう、正面に見えてるところから歩いてきたんですけど、ここがですね、早稲田通り、そこの交差点のところですね。はい。で、ここからの区間ですねが、神田上水公園、ちょうど川沿いが公園の区間になってます。花見の時期なんかは、この公園で、されている方も結構いましたね。かなり狭い公園なんですけど、びっちりレジャーシートとか敷いてやってたのを見ました。この公園の区画が東中野駅らへんのところまで続いてます。こんな感じでちょっとした小川があります。はい、今ですね、ちょっと休憩してます。ちょうど中間ぐらいですかね、地点としては。はい、こんな感じです。今ですね、今4時間30分ぐらい経ってるんですけど、少なく見積もってもさらにここから4時間半かかるってことですね。今ちょうど中間ぐらいなので、まあ目的地まで9時ぐらいとかじゃないですかね、多分着くのが。想像以上にしんどい。いや、しんどくない、楽しいです。せっかくの休日の散歩ですので楽しみたいと思いますが、とりあえずもうすぐ東中野駅、要は浅草から中野まで今のところ徒歩で来たということですね。じゃあまた再開したいと思います。はい、ではですね、再開したいと思います。今休憩してたベンチがここなんですけど、ちょっと東屋っぽくなってレンガ造りの趣のあるベンチです。そしてここの公園はしっかりとゴミ箱が設置されてあるっていう、嬉しい公園です。なので、ここ散歩するときですね、近くにスーパーとかお惣菜屋さんとか、さっきですね、ここの公園の入り口のところ、早稲田通り、お惣菜屋さん、お弁当屋さんみたいなのがあるので、そこで買ってここの公園でお弁当を食べたりっていうのもいいかもしれないですね。いや、しかし散歩の気持ちいい時期です。夏になるともう正直散歩とかしてられなくなると思うんで、朝夕はいいかもしれないですけど、日中なんかもう外歩いてたら死んじゃいますので、今の時期ですね、行くなら散歩するなら日中ですね。一応ですね、今の
ここの時点で、大東橋で合ってんのかな、大東橋、ちょうどここが先ほどの神田上水公園、始まりと終わりというか、さっきのとこからここまでです。でここからまた普通の遊歩道っていう感じですね。昔甲州街道沿いに住んでたんですよね。幡ヶ谷あたりに住んでたんですが、その時にここをよくですねジョギングのコースとして利用してたんですけども、ここのですねこの方ですね、多分この方だと思うんですけど、アウトドアでここで寝起きしてる方がいらっしゃるんですけど、夏場ですね蚊取り線香を焚いてるんですけど、なんかこう蚊取り線香の匂いって風情があるじゃないですか。だからってなんでしょうね、とりあえずあそこで蚊取り線香が焚かれてるのが好きだったんですけど、いつまでも元気にあそこでですね蚊取り線香を焚いてほしいですけども、今ですね、末広橋、ちょうどここがですね大久保通りになりますね。大久保通りにかかってる橋、末広橋。そういえばこの前、ネットフリックスでビーチボーイズを全部見て、広末涼子若いな、可愛いなと思って見てたんですけど、ビーチボーイズの続編とか出ないのかな見てみたいですけどね。竹野内豊と反町隆史、広末涼子、ダイヤモンドヘッド、また別のところでね、ビーチボーイズ2で海の上かなんかやってたらいいんじゃないかなとか思ったりします。この辺に来ると、都庁がもう近いですね。新宿らしいビルディング、高層ビルディングがもうすぐ見れますもうすぐ見れますか、見えてきます。今日閉まって違うか、閉まってる、休みか、今日休みですね。ここですね角打ちなんですよ。酒屋さんがあって、でここ一応テラス席になってて、飲めるわけですよ。ここでお酒買って飲めるっていう。で居酒屋っぽいつまみとかもあって、でもここもし散歩する方、ここで休憩するのはいいんじゃないかなと思います。本当は今日一杯そこで飲んでいきたいなと思ったんですけど、閉まってたんでしょうがないですよね。でも閉まってなくても今一杯飲んだらもしかしたらゴールまでたどり着けない可能性もあるんで、しょうがないですよね。はい、ここがヨドバシで、あちら側がですね都庁方面になりますね。新宿って感じですよね。今ですねヨドバシのところを渡ってます。これこっちにまっすぐ行くと上野の方ですね上野じゃない、中野の方です。失礼しました。中野の方になりますね。こんなところにタリーズができてますね。ここは2年前ぐらいにできた公園なんですけど、ここですねヨドバシ桜公園、水辺がある公園ですね。あっちが新宿の都庁の方ですね。ビルは見えないですけどあっちの方です。そこがですね水辺になるんですけど、今日は水が入ってないですね。はい、ここからですねあんまり木がバシャバシャあるような感じではなくなります。はい、先ほどのヨドバシ桜公園からですねもうすぐ山手通りに突き当たります。はい、山手通りに差し掛かりました。はい、今渡ってきました。山手通りですね。向こうが新宿都庁方面で、こっちに行くと、中野ですね。いやでもこの辺のエリアはまた住みたいななんて思ったりもします。幡ヶ谷の方に住んでた時は便利というか都会感があっていいですよね。今住んでるところはいわゆる下町エリアなんで、結構やれた場所に住んでますけど、こっちの方にここからですね左の方に
まっすぐ行って、初台とかそっちの方ですねの甲州街道沿い住んでたんですけど、なんと家賃が7万円です。安い。最上階14階建て。もちろんボロいですけど、ある程度のそのリフォーム的なことはやってますけど、壁なんかもペラッペラです。隣の声が、会話の内容が分かってしまうって。壁に耳を当てるとですね、隣の住人の声が聞こえるんですね。なんか悪い会話はできないですね。そんなところに住んでました。ただ7万円で、しかも最上階でですね、夜景なんかもすごい綺麗に見えましたね。新宿の夜景が7万円です。興味がある方はどこの建物か紹介いたしますので、コメント欄で物件希望とおっしゃってくれたらご案内します。ちなみにもう少し先に行ったところに中野新橋ですかね。でこの付近にですね、ここからまっすぐ行って右側にですねマンションがあるんですけど、そこは10万くらいかな。で 3LDK か 4LDK だったかな。50平米ぐらいありますね。10万切ってたのかな。それぐらいですね。幡ヶ谷から引っ越しするときにそこにしようかどうか悩んでたんですけど、結局今のところになっちゃいましたけど、そこはエレベーターがずっとついてなくて、5階建てだったんですけど、そこは別に苦じゃなかったんですけどね。風呂場とトイレがちょっと古すぎて、あとのコンセントがトイレについてないのでウォシュレットが置けないと、そこがネックでやめましたけど、最優先はやっぱりウォシュレットなんでですね、そんなこんなでやめちゃったんですけど、コスパの良い物件でした。そちらの物件も気になる方は、コメント欄の方ご一報いただければ、どこの建物かをですねご紹介させていただきます。ここがですね中野新橋、さっきご案内した駅ですね。で、さっきのですね、50平米ぐらいで10万円確か切った物件はこの先にあります。ちょっとエネルギー補給しないともうやばいです。お腹が空きすぎて。ちょっとケバブでもいただきましょうかね。ケバブサンドのどうしようかな。ビーフで。めっちゃうまそう。肉が焼けてます。そっちがあるのかな。ビーフなのかな。じゃあこのテラス席でちょっと休憩しましょうかね。はい、じゃあですね、このケバブサンドいただきたいと思います。はい、今ですね食べ終わりました。ごちそうさまでした。めっちゃ美味しかったです。ケバブ&バーっていう名前なのかな。このお店です。テイクアウトとイートインもできます。めっちゃ肉の量が多くてすごいボリューミーな。ビーフ頼んだんですけど、ビーフの量が結構半端なくて、で700円でかなりコスパが良かったです。ちょっとまた来たいですね。なんか通行止めになってますね。遊歩道が両サイド使えない状態になってますね。迂回します。そこに神田川流れてますね。ちょっと今遊歩道がない状態というか、ここから一時遊歩道はなくなるんですけど、こういった車道と隣接するような区間に入っていきますね。はい、ここからですね、再び神田川沿いに入ります。ここちょうど駅になってます。中野富士見町駅。でそこからまた、再び神田川沿いですね。車道がここからは遊歩道に変わって隣接します。でもうすぐ行くと分岐というか、神田川と善福寺っていう川が、合流する地点ですね。
つまり善福寺川は最終的にこの神田川に合流して神田川になっていくということです。ここですね。ここがちょうど、合流地点になります。右が善福寺川で、あっちが神田川ですね。なので、ここから左の方の川伝いに、水源を目指して歩いていこうと思います。ちなみにここですね、車両基地があるんですけど、さっき調べて初めて知ったんですけど、メトロの車両基地、東京メトロの中野工場になるみたいですね。ここもよく来てたんですけどね、普段こう住んでると何気なくこう景色としては目に入ってるけど、なんかこうあんまり疑問に思ったりしなくないですか？なんか改めてこうやって散歩とか、そういう体でですね、新しくこう何かを再発見したいなみたいな、何かをおすすめしたいなと意識してみると発見するもんですね。東京メトロの車両基地です。いや、しかしだいぶ綺麗ですね。川見てください。透明度。歩道橋の上にやってまいりました。あそこに見えるのが、見えないか。あそこ信号のところがちょうど神田川のところですね。なんでこんなところに寄り道してるかというと、この車両基地をちょっと映しておきたいなと思って。これメトロの車両なんですね、この赤いの。メトロって赤かったですかね。なんかプラレールっぽい感じがいいですね。はい、じゃあまたですね、神田川沿いに戻ってきました。ちなみにですね、ホームズ裏側らへんですね、ここに昔ながらのサンドイッチが食べられるサンドイッチ屋さんがあるんです。サンベイク310サンドイッチ屋さんです。いや、ちょっと本当は買って食べたいんですけど、今お腹いっぱいなんで、ケバブで。今これ車道がずっとこの神田川沿い並走してるんですけど、もうすぐしたらカンパチかなにぶつかって、そこから遊歩道再開されます。はい、もうすぐですね、そこ環7です。さっきカンパチって言ってしまったんですけど、そこ環状7号線ですね。318号線。ここに突き当たってきます。で、ここからまた遊歩道が再開ですね。いや、もうだいぶ日が傾いてきましたね。はい、今ですね、時間が5時40分です。めっちゃ声がいます。この水の透明度って映ってますかね？いや、だいぶ綺麗ですよ。さっきからしつこいようですけど、水が綺麗です。透明度が高いです。もっと川沿いを歩けたらですね、川沿いっていうのはこの高低差がなくですね、もうちょっと水面に近く寄れたらいいななんて思ったりもしますけど、そもそも江戸時代に江戸の水源として整備された川が神田川、上水道として整備された川っていうふうに、何だったっけ、ウィキペディアに載ってました。飲み水っていうところで、使用されてたってことだから綺麗なはず。僕が最初に東京来て最初に住んだのは仙川っていうところだったんですけど、その仙川も川が流れてるんですけど、そこも綺麗っちゃ綺麗だったんですね。でもここほどじゃないですね。神田川の方が断然綺麗ですね。僕の地元の川なんかはですね、いや、それはもうなんか汚いというかいや、紫川っていう川がありまして、ある時ですね、ふと見下ろすとですね、背中から飛び込むというか水中に潜るダイバーの
エントリーの仕方あるじゃないですか、水中に。あの状態のおじさんがいたんですよね。あ、こいつ川の中に飛び込むのかなって、背中から行くのかなって思ったら、なんと代弁をしてるという。まあまあの都心部ですよ。紫川っていう川の、河口付近が栄えてるんですけど、まあまあ栄えてるね、かなり人通りのあるところでおっさんが代弁をしてるってことですね。そんな川です。あとたまにロケットランチャーとかが落ちてる川ですね、紫川。いや来ました。あ、懐かしいな。そこの物件も以前住みたいななんて思って内見行ったことあります。コンクリート打ちっぱなしのおしゃれななんかデザイナーズ系の永福町ティーズガーデン。ちょっとね、ちょっと狭かったんですよね、ここが。このね、仲良かった。おしゃれです。こっちの左の方ですねに行くと明治大学の泉キャンパスがあるんですけど、昔明治大学に通ってた時にですね、最初の方の体育の授業でここら辺にみんなで歩いてきて、であっちに公園があるんですけど、あそこの公園でなんかいろいろマンツーマンになって自己紹介だったかな、なんかそんなのやってましたね。今正面の方から進んできたんですけど、今正面が新宿方面ですね。こっちから来て、で今ここ渡って、でここからまたちょっと工事エリアというかなんかやってるんですよね。もう結構前からやってるんですけど、まだ完成しないみたいですね。ここです。下高井戸大空公園っていうのがもうちょっと先にあるんですけど、結構整備されてすごい綺麗な公園なんですけどね。渡りたいんだけど、あそこから渡れそうですね。よしよしよし、渡れました。一応ここ半分は入れるみたいですね。はい、ちょっと休憩します。ここであそこの自販機が見えるんで懐かしいな。あっちの方今多分工事されてるところでなんかやってました、授業を。はい、エネルギー補給します、モンスターで。はい、休憩が終わりました。寒いんでですねパーカーを着ました。夜はちょっと冷えますね、やっぱり。いやしかしモンスターのおかげでちょっと体力が回復しましたよ。ポーションみたいなもんですよね。 FF でいうとドラクエの薬草みたいなもんですよ。よくよく考えるとロールプレイングのキャラクターって食事しないですよね。薬草とかポーションとか食ってるみたいですけどね。なんかこう食事らしい食事っていうのをしないですよね。なんかちゃんと食事をとる RPG ってあるんですかね。そうだ、今日はレーベの村のイタリアンに行こうとかそういうのはなさそうですけど、あれば見てみたい気もしますけど。はい、今いたのがですね、ここですね。高井戸大空公園ですね。はい、からの、はい、神田川沿いですね、戻ります。あそこに鯉のぼりを外に、ちょっと待って。どういう、あれなのかな。鯉のぼりが吊るされてるのかな。なんか窓枠のところにぶら下がってます。なんか斬新ですね。斬新な鯉のぼりがあります。ああいうやり方もあるんですね。なるほど。あ、ちゃんとなびいてる。ちゃんと泳いでます。そういえば昔みたいになんか家に、ポールが立ってて、でそのなんかこうポールにちゃんとこう鯉のぼりをくくりつけてですね泳がせるっていうようなのが昔あったような気がするんですよね。もう一般的でみんなどこの家庭にもあったわけじゃないけど、なんか街にポツポツとそういうのがあった気がするんですけど、気のせいかな。
いや、ちょっと足がだいぶ疲れましたね。おっと。石の橋があります。珍しく。だいぶ古いんじゃないですかね。塚山橋ってね。はい、こっちが向かうべき上流の方です。いや、もうすっかり日が沈み、だいぶ暗くなって街灯が灯り出しています。今こんな感じです。今、7時間44分。まあこれプラス15分ぐらいですね。だから約8時間ですね。今8時間経ちました。出発から朝の8時ですね。朝の8時ね。午前中のすいません、11時です。11時に神田川の河口を出発して、柳橋ですね。隅田川と、合流している河口の部分を旅立って今8時間経ちました。まだ着きません。距離で行って今ですね、ちょうど28キロ。28キロです。浅草から、ここまで8時間、距離にして、28キロ。ちょっと休んでいいですか。ちょっとよいしょ。いやいや。はい、再開しました。5分ぐらい、10分かな、5分かわからん、もう覚えてないです。休憩しました。いや、ちょっとさすがにリタイアはしたくない。ちょっと待って、散歩でリタイアってないですよね。おかしな話ですよね。リタイアはなしでいきたいなと思いますけど、正直、限界です。限界です。はい、ですね、駅が見えてまいりました。ここは高井戸駅みたいです。渡れない。向こうまで行かないと渡れないですね。さてと、渡りました。ちょっと遠回りになっちゃったけど、また神田川にエントリーします。いやー、ちょっと正面にある高井戸駅はかなり誘惑が僕にとってですね、今の僕にとって電車乗りたい。ちなみにですけど、全くズルしてないですよ。レンタサイクルとか、そういう類一切乗ってないです。戻りました。電車いいな。電車っていいな。電車っていいですよね。うん。文明の利器ですよね。でもよくよく考えてみてくださいよ。昔の人は徒歩ですよ。徒歩。ほんの何百年前まで徒歩ですよ。そう考えるとですね、そう考えるとちょっと元気が出てきますね。はい、松尾芭蕉、彼はですね、奥の細道っていうね、有名な書籍があるじゃないですか。執筆するために旅立ったわけじゃないですけど、その旅の結果奥の細道ができたわけですけども、2500キロ歩いてるんですよ。松尾芭蕉が。ね、多分、もう中年とか、それくらいの年齢ですよ。中年とかおじいちゃんになる、ね、ちょっと前段階ぐらいの年齢で2500キロとか歩いてるんですよ。ね、スニーカーもない時代ですからね。そもそも。いや、それを考えるとちょっと変態ですよね。昔の人。場所。ね。そう思いませんか、皆さん。車両基地です。今度は、京王電鉄の車両基地です、ここは。なんと今日2箇所ですね。回ることができました、車両基地を。しかも徒歩で。ちょうどここは抜けてますよ。車両が見えますね。車両基地はここまでみたいですね。敷地はここまでっぽいですね。はい、そして正面がちょうど久我山の駅前になります。
いやー、ちょっと居酒屋があるんで寄りたいんですけどね。いやー、いいな。磯ちゃん居酒屋です。ちょうど駅前。ああ、なるほど。ここが久我山橋にあるんですね。うん。で、向こうに見える、あの、いい感じのピンク色の街灯が連なっているところが商店街になってます。はい、ここが駅ですね。ちょっと、このカレー美味しそうじゃないこれ。いやー、いや、カレーも食べたいな。いやー、ちょっとカレー食べたいんですけど、あー、お腹が空いてない。いや、ダメだ。お腹が空いてないからな。やっぱお腹空いてる時に食べたいですもんね。ちょっと待って。お腹が今からお腹が空いてると思えば空くんですよ。お腹が空いてきたな。空いてきたような気がする。はい、ですね、今、その辺で5分ぐらい悩みました。そして、食べることにしました。いやー、だってカレーずっと食べたかったんですよ、最近。ということで、エネルギー補給したいと思います。お腹減ってないけど。いただきます。はい、今ですね、ちょうど食べ終わりました。美味しかったです。クジラさんですね。ちょうど神田川沿い、久我山の駅のすぐ近くです。テラス席もありますよね。ここだとペット連れでも OK みたいです。完全に回復しました。ビールも飲めたし、なんだかんだ疲れが癒されたというか、これで最後まで頑張れそうです。あとどれくらいかかるのかちょっとわかんないですけど、全くここからもう未知です。この辺は本当通ったことないんで。はい、ですね、今そこにこっち側が、行き止まりっぽいで、そっちはまだ行けそう、左側ですね、行けそうな気はしますけども、左側も行き止まりになります。なのでこっからですね、つまり遊歩道はここまで、一旦ここまでです。ここはですね、もうすぐ駅がありますね。何駅だろう。三鷹台。三鷹台っていう駅の少し手前ぐらいから遊歩道は切れます。あれが三鷹台の駅かな。今迂回して三鷹台、これ駅前ですね。駅前に着いたんですが、こっから行けますね。こっから行けます。あ、ここかわいい。めっちゃちっちゃい鯉のぼりが稚魚ですね。ちっちゃい鯉のぼりかわいいですね。多分どっかの小学校とか幼稚園とかかな、きっと。そういうキッズたちが多分作ったやつじゃないかな。いやー、鯉っていうよりなんかシラスっぽい。こんだけたくさんちっちゃいのがいっぱいあるからね、カラフルなシラスがいっぱいあるなみたいな。あ、今度はこっちちょっと太くなったぞ。ちょっとさっきのより太いです。すごいな、圧巻だな。ちょっと昼間見たかったな、ここ。5月に、三鷹台に来ると、しらすのぼりが見れます。たくさんあります。今のところ、確認できたのは2箇所ですね。川幅いっぱいにこう、ロープを張って、
鯉のぼりっていう体にしてるところは、昼間通った高田の馬場のところと、あとここですね。このままゴールすれば、一つ結論が導き出せますね。5月に鯉のぼりをぶら下げてる区間、ぶら下げてる場所は神田川に2カ所あるっていうところに行き着きますね。この辺から、また公園エリア。ここは、神田上水橋。で、ここから公園区画ですね。多分ですが、もうすぐゴールに差し掛かるかなと思います。つまり、神田川の、水源です。源流です。いや、もうあれですね、川感というか、なんか小川っていうんですかね。これが神田川です。神田川の上流の方になります。ちょっと夜なんでだいぶ暗くて見えづらいと思うんですけど、致し方ないですね。昼間だったらね、もっと綺麗に見えるんでしょうけど、もうすぐ水源ですかね。どうでしょう、散歩するには昼間の方がいいんでしょうけど、夜でも明かりはついてるので、人もですね、そこそこいるような気がします。女性でもちゃんと危なくないんじゃないかなと思います。はい、着きました。いやー、ゴールです。見てください。ここが神田川の、源流です。ここに書いてます。源流です。こっちに池があるんですよね。こっちから湧き出てる、ここが、要するに井の頭公園なんですけど、井の頭公園で、湧いてきた水がここで、川として流れ始める起点ということで、ここが源流っていうことなんじゃないでしょうか。つまりここからですね、ここから、川、ここから右側が川ですね。で、左側が池です。これが神田川の一番最初の始まりです。はい、ということで、ゴールということで、今ですね、こんな感じです。約10時間半かかったことになります。34キロですね。はい、ということでですね、今回の、散歩動画いかがだったでしょうか。神田川をですね、河口から、源流まで走破するという企画でした。長かったです。本当限界です。限界の散歩をこなしました。楽しかったですけど、また次、別の川で河口から源流まで、何本かですね、東京の中通ってる川あるんで、それをやりたいかなと思います。で、また次回はですね、どこの川にするかはまだ分かりませんが、この、限界散歩、川編ですね、川編をまた送りたいと思います。1日で行ける距離でなんとかですね、探してやっていきたいと思います。今回は、神田川を、河口から水源まで散歩すると、歩いて徒歩でという企画でした。はい、では、本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。また別の、動画よろしければですね、ご覧になられてみてください。